本日の昼ご飯はこの美味しいいわゆる焼き鳥と白米です。なんか今唐突に冷蔵庫チェックしようと思って、私たちが結構オーストラリアに来て買ってるものを紹介したいと思います。じゃらん。で、私たちの真ん中のゾーン、チーズ、卵高いんだよね。卵高いあとこれフムスね。フムスはね結構食べるようにしてて、やっぱひよこ豆でできてるからプロテインも取れるしね。でサラダでしょ。でこれがトマトでしょ。トマトね日本よりも安い。あとはジュース大好きだから、これ紹介したっけ。今日の夜これを飲みたいと思います。秘密の味なんでまた後でお知らせしたいと思います。でリコッタチーズ、はい、結構これスイーツに使うんだけど、私たち結構サラダに入れます。ともうね見て、ブルーベリー3パックで$5。安いよね。日本だったら1パック300円ぐらいしそう。あとはオリーブ、ブラックオリーブ、はい、これはサラダとかパスタとかに使ってます。あとは純也くん大好きなペプシ、安いやつを買ってます。そう常備してます。こっちに来てから好きなターキッシュプレート、はい、とオレンジジュースが200円ぐらいで2リットルで買えます。あと牛乳は絶対こういう2リットル、はい、結構デカめのやつが売ってますっていう感じです。皆さんこんにちは。皆さんこんにちは。海旅の純也とスーザンです。作りましたご飯、こちらです。焼き鳥丼です。焼き鳥丼？焼き鳥やん。焼き鳥ご飯。いただきます。あとサラダも作りました。いただきます。いただきます。ケバブです。あーうまっ。今日のサーフィン楽しみやね。最初ちょっと大きい予報で、おそらく肩頭ぐらいの予報なんですけど、でもなんか前スナッパーロックス入った時になんかさ、サイズが結構でかくって、うわっ怖っって思ったんだけど、割れ方がさ優しいよね。バリとかだと一気に水流がドカーンって落ちる感じ。多分リーフだからか知らないんだけど、でもこのスナッパーロックスは上からちょろちょろちょろって割れる感じだよね。だからなんかちょっとサイズでかくても飲まれてもあまり怖くないかもって思った。そしてまだ車がないので、今日はここからバスでサーフボードをね片手に持ってバスに乗ってサーフポイントに向かいたいと思います。こっちのバスはサーフボード持ち込み可なんだよね。すごいサーフィンに特化した街だよね。サラダです。チーズとトマトと草とオリーブ。今日はサーフィンから帰ってきたらちょっとオーストラリアっぽいご飯にトライしてみようかなと思います。ステーキです。ということでちょっと友達がお家に来るので、この前動画に出したパチがね、ここでパチと合流して、じゃあサーフィン行ってきたいと思います。はい、いい波乗れそう。ちょっと毎回ビビる。そんなにオーストラリアの波のことも分かんないから、そう分かってないからさ、ちょっとビビりぐらいで安全に楽しみたいと思います。じゃあ行ってきます。海到着しました。今日は昼過ぎからの夕日狙いで海にやってきました。サイズは胸肩から頭ぐらいで、オーストラリアに来てからちょっと車がないからこういう感じでバスで板を積んできてるんですけど、なんかその理由はなんかこっちの方さ、だいぶ風を防ぐところで、ここ自分たちが住んでるところもう歩いて行けるんだけど、海にそっちは風がめっちゃ食らってて、だからこっちの方までわざわざ来ていい波狙いで今日も夕日やってきました。友達のパチも一緒です。パチはねサーフィンはまだやらないんだけど、いつかトライするっていう感じで、今日はちょっとビーチチルみたいな感じでね、今日は眺めて、あ、こんなもんかってなってだいぶ焼けたのよね。だいぶ焼けた。いやみんな焼けてきてるよ、もう日焼け。そしてホリデーシーズンだからか人もめっちゃいます。で今日もめちゃくちゃいい波があって、それに乗れたら最高だなって感じなんで、ちょっと今からサーフィン入りに行きたいと思います。夕日セッションみたいな感じでね、行きますか。はい、じゃあサイズはでかいですが頑張ります。はい、行ってきます。My whole world has changed, baby, since you came around. So take a chance on us. Take a chance on us.
touch. So make a change for us. Make a change for us. I said take a chance on us. Take a chance on us. Oh, the sound of your heartbeat. I'm gone. I'm gone. I won't surrender. Oh, when you kiss me, oh so sweet. No, so long I've been traveling alone, but now there's you. My whole world has changed since baby, I got you. So wake me up inside. Wake me up inside. Our whole world will change while stepping into love. Oh, take a chance on us. Take a chance on us. Won't you make a change for us? Make a change for us. I said take a chance on us. Take a chance on us.お疲れ様でおす。疲れ様です。サーフィンもう暗くなるまでやってきました。でスーザンがとんでもないライディングをかましました。どうですか、感想は。すごかったなんかさ、自分でも何が起きたのかよく分かんなかった。あれ俺びっくりしたよ。手前から見てたじゃん。波に隠れるから人が、出てくるかどうかって分かんないし、今までは出てこなかった上に、だけど1回目出てきていなくなって、あどうなったんだろうと思ったらまた出てきて、であれさ動画にはちょっと映せなかったけど3発ぐらい行ったよね。4発5発ぐらい当ててるはず。マジで、最強じゃん。とんでもない波だった。乗ったことない波だった。じゃあね、こっちから見てもかっこよかったよ。スプレーブシャって飛ばしてたから。オーストラリアの波めっちゃいいわ。特にスナッパーロックスやばいわ。なんか結構でかくて有名だと思うんやけど、全然波ちっちゃい時でもあるよ。てか陽一さんのチャンネルのあれでスナッパーイコールデカ波のイメージついちゃってた気がする。確かに。なんかスナッパーなんて入れるわけないと思ったら割とお手頃サイズの時もあって、あるある。だから狙っていけば、今日私が入った時は肩頭やったね。なんか私スナッパー入った時本当に多分乗れたの5本ぐらいなんだよね。あんな波良かったのに。でもそれはやっぱ恐怖心があるから、行けっていうのがいけないからさ、やっぱ今日肩頭ぐらいのサイズを何回も続けて入っていく。それ以上の波はちょっともう挑戦はしない。とりあえず肩頭で何回も海に入って鳴らすっていうのも大事かもしれない。まあでもそれができるのがここゴールドコーストの素晴らしいとこだと思う。で、楽しみそう。今日のライディングを得て私はもうショートボードを買うと決めました。おおちょっとね一回見に行ったんだよね、この前。そう、もともとオーストラリアに来る前からオーストラリアで板を買おうとは思ってたから、まあね、2人で探して、1人1本ずつぐらい買いたいね。そう、ハイパフォーマンスのやつを買いたいです。でロングボードももちろん買う予定してるよねっていう感じで、ちょっと今後ね、今日はなんかオーストラリアライフがめっちゃ楽しみになった日じゃない。はい、なので今後ね、なんか板買った編とかね、動画に出せたらいいね。確かに。とりあえず今からちょっとお腹を空いたのではい、自炊をしたいと思います。ちょうど鍋で白米が炊き終わって、今ちょっと蒸します。今日はですね、オーストラリアといったらもうやっぱりあれでしょ、ベレレン OG ビーフ牛。しかもこれ大きさすごいよね。
すごいでかい。そうでそれが1300円ぐらいじゃない？ 1300円ぐらい。でランプ肉って言って美味しい部位を買っちゃいました。はい、贅沢やわ。今日はだからご飯とステーキとサラダちょっと食べる？はい、グリックサラダ作ります。なんか、はい前の YouTube にも出したけど、なんか最近グリックサラダにハマってて、こういうフェタチーズとか、あとはオリーブオイルとか、あとはオリーブとかも入れて、オリーブね、簡単なサラダを作りたいと思います。食事中はこちらのドリンクを飲みたいと思います。でもさ、これさ、ジンジャービアって書いてあるんで、で、スーパーで見た時に最初ビールかなって思ったの。うわーって思って、だけど、オーストラリアは普通のスーパーではやっぱりアルコールは売ってないから、もうこれはもうアルコールやない。ってなって、でなんか誰かのストーリーで見たんかな、めっちゃこれうまいみたいなで、ジンジャーエールなんやって思って、そこでジンジャーエール大好きやん。私も辛口のジンジャーエールとかも日本にいる時から大好きで、絶対飲みたいと思って買ったらめっちゃ美味しかったんだよね。じゃあご飯作っていきます。やばいです。一つのお皿に入れたらもうとんでもなく本場の。ちょっとこれを2人で分けたいと思います。すごい。いただきます。美味しい。味付けはしっかりしてる？完璧。めっちゃうま。肉いただきます。うまい。いきます。いただきます。めちゃくちゃ美味しいです。これちょっとやや強ジンジャーみたいな。ウィルキンソンの辛口ジンジャーエールとカナダドライのジンジャーエールの真ん中ぐらいの感じ、あとちょっと高級感ある。1本200円ぐらい、200いかないぐらい、スーパーだと、でもこれはなんか1本だけ買うみたいな感じだと1個400円とか500円する。だからちょっと高級ジンジャーエールです。お腹いっぱい食べました。はい、ステーキたくさんとサラダたちを食べました。めっちゃお腹いっぱいで最高だったね。もう眠たくなってきた。今日はスーザンにとってすごい成長の日になって、今後のオーストラリアでの可能性を見出した日だね。めっちゃ楽しかった。本当に楽しかった。板確かに買いたくなるね、あれは。なんか日本にいた時、YouTube 始めた時から海外行くのは決まってて、で海外の波を乗るために結構日本で週1は絶対サーフィン行こうみたいな。でロングボードでもいいから絶対波に乗ろうみたいなやってきたじゃん。なんかそれ頑張ってきてよかったなって思った。確かにいざ海外に来たらさ、やっぱパワーも違うし、なんかサイズの基準も違うしね。やっぱ練習は必要だと思うから、いきなりでっかい波で練習って難しいからね。でもなんか思ったのは、怖い私でも全然成長はできる。大きな波乗りたいなって思ってるとか女の子とかいると思う、女子サーファーとかで。私もね結構頭ぐらいは乗りたいなっていつも思いながらサーフィンしてるんやけど、でも絶対いつか乗れるようになるとは思う。でも速度は人それぞれ。本当に怖い思いもするし、挫折することもあるし、でも諦めんかったら絶対たどり着けるゴールではあるんやろうなって思った。なんかプロサーファーのさカイトくんとも喋ってたけど、もう慣れでしかないって。そんな大きな波ってさ、そんな慣れるわけないやん。今でも別に私肩頭怖い、たまにうわやばいでかいって思うけど、何回か入っとるとそれが普通になる。最初腰でビビってたけど、私もう腰腹胸なんてもう全然怖くなくって、もうこんなもんかって思えるぐらいやからさ、きっと肩頭もそうやって思える日が来る。そういう感じでサーフィンの楽しさの一つやと思うから、でか波がね、そうなんか挑戦みたいなのがやっぱり楽しい。サーフィンの楽しさでぐるぐるに巻かれ、なんかもう辛い思いをして挫折して泣きながら帰ってくる。はい、で数日ちっちゃい波で挑戦して、でまたちょっと大きい波乗って超乗れて、でそこで一歩成長するみたいな。2歩進んで3歩戻ってみたいな、それの繰り返しな気がする。2歩進んで3歩戻ったら劣化しとるやん。でも2歩進んで3歩戻って、でまた2歩進むからちょっとずつ前は行ってるじゃん。2歩進んで、違う、3歩進んで2歩下がるからプラス1になるんだよ。そうです。はい、そうだった。うん、はい、じゃあ今日はこんな感じで動画終わらせますか。はい、また私めっちゃ喋っちゃったよね。どうしよう大丈夫やで、カットするで。カットしてください。じゃあチャンネル登録とグッドボタンお願いします。お願いします。また次の動画でお会いしましょう。またねー。バイバイ。